チェキラードのジョンです。というわけでね、今日もね、レジェンドリーグからやっていこうかなと思います。というわけでね、また320取ることができまして、レジェンドリーグもね、数日続けて、もう何日目なの？ 5 日とかそんぐらいになるのかな、大体。なんかね、3日目とか4日目、なんか3日目でもいきなり311とか取られて、わあ、さすがレジェンドリーグと思いながら、僕が配置一つしかなくてね、この普段見せてるこの配置しかないので、ちょっとボコボコにされてっていう形で、トータルで見ると、何本だろう。1本以外は全部全開が取れてるっていうような状況ですね。ちょっとこれはね、明確にミスが自分の中であったなって思ったアタックなので、ミスからね、いろいろ学んでいければいいなと思いつつ、だいぶね、やっていくうちに連度も高まってきてね、普通にこの編成に関する知識とかもね、上がってきて、若干だけね、呪文変えたんだよね。スケルトンの呪文ね、1枚ね、そう、この日よりも最終的にね、1枚追加して、フリーズの枚数をね、2枚に下げましたね。ツケがね、仕事することもあるかなと思って積んで、今テスト段階って形です。リプレイ見ながらね、食べていこうかなと思います。はい、というわけでね、やっていこうかなと思うんですけど、やっぱりね、僕ね、コメントとかでもね、ついたんですけどね、僕はね、この編成やる上だとね、ルートライダーっていうか、そのルートを作るのが一番強いかなと思ってて、ロイヤルチャンピオンの削りのことですね。ロイちゃんで道を作るのが強いかな。一直線を作れるか、ルートライダーのルートを作れるかみたいなことに重きを置いて初手削りを入れていきます。じゃないとね、防衛施設の形とか見たときに、結構ぐちゃぐちゃになることも多いんで、サイドカットとしてのロイちゃんカットで十分かなと思っています。今回で言うと、例えばね、なんか反対サイドとか結構削れればね、とか横とかも強そうなんだけど、このタウンホールから入るっていうのを目的で逆算して考えたときに、横がね、邪魔なので横をロイちゃんで削って、反対サイドは頭角インに削ろうみたいなプランニングのもと、これを削りを入れてるって形ですね。で、タウンホールから突っ込んでいくというようなやり方でやっていきます。で、まずは上が大きく削って、反対サイド、10日弊社、ウォールブレーカー、ロイちゃんじゃない、クイーンを使っていくっていうようなイメージと。クイーンは初手でヒーラーを生み出したいのとっていうところで、ホーミングチェックしたとんでもない量出てきて、こういう時ね、バルーン持ってきて本当に良かったなと思いつつ、レッツゴーですね。ただね、ここでちょっとアクシデント、クイーンがね、逆走してしまうと、これは良くなかったっすね。どうしようこれと思いながら、流れるなぁと思いつつ、タウンホールから突っ込んでいく形が取れていると。黒バック序盤に切れてるからね。で、オールブレーカーだけ一応つけて、特化弊社からのバルキリーだけ伸ばすような形を4時側作って、反対サイドはね、もうロイちゃんで削れてるんで、かなり綺麗な一直線が作れてるような状況かなと思いますと。やっぱ中心ロイちゃん、このソラスケ大量にもうね、いるだけで対応できるのも非常に強いっすよね。で、ルートライダーで道作りつつ、キングの穴開けがあるので、奥に作っていくようなイメージ。これも強いね。これ超強いね。で、クイーンもね、今回内側に、入っちゃったっていうのが正しい言い方なんですけど、入ったので、内側からボコボコ打つと。クイーン内側あんまり僕やんないんですけど、内側もそれはそれで強いなと思いましたね。基本はね、僕外側軸でクイーンは組み立ててます。イメージ的にはロイちゃんとクイーンで両サイドカットして真ん中をルートライダーで突っ走るっていうのがイメージに近いかな。今回もね、中央にすごい火力が固まったタイプの配置だったので、真ん中さえ突破してあげればっていうところで、両サイドをロイちゃんとクイーンに削りを入れてっていうところで、割とイメージに近い削りができた初手かなと思いました。中心もね、それなりに火力が高かったので、やはり時計はしましたが、続けて見ていきましょうと。こういう配置がややめんどくさめなんだよね。防衛施設が外側に固まりつつ、ルートライダーのためのサイドカットとして機能するロイちゃんの作り方が結構めんどくさいっていう形。これはね、今回もね、ロイちゃんでルート削ろうっていう目的でくじを削ります。3時とあんま変わんないんですけど、なんかくじ選びましたね。なんか、その時感じてた何かがあったかもしれないけど。ここはまず、ロイヤルチャンピオンの方もね、アーチャータワーをスキップさせて、この、長弾大砲のところに吸い寄せてあげて、コントロールするみたいなイメージ。これかなり綺麗に決まってますね。で、ここ消えるタイミングなので大丈夫と。この辺もね、感覚もだいぶ強いところもあるんですけど、もうだいぶね、慣れましたね。で、第1クロスカットして、クイーン消える。さすがに、もう0の0から始めた戦術ではあったんですけど、何度も毎日ね、
毎日、1日8回か。1日8回やってたらさすがにうまくもなりますよと。これでくじ側がサイドカットできたので、やろうとするという、なんかルート的に言うと、このまま下側から入るパターンと上側から入るパターンなんだけど、くじが切れてるからね。このヒーローと、なんだっけこいつ、モノリスを考えた時に上から入った時の方が削りやすいかなと判断して上から入ります。サイドカットのしやすさみたいなところで言うと、両方しづらい感じではあるんだけど、クイントとオカヘイシャのゴリ押しサイドカットで12時を賄っちゃえば大丈夫かなというところ。で、ロイヤルチャンピオン若干早かったかなってところでね、オーデンのね、管理からだいぶ外れるんですよね、常に。で、ここでギリギリ入ったところでトームを巻き込んであげると。ロイちゃんはね、やっぱ、今回早めに能力咲かされちゃったんだけど、できればね、能力取っときたいっていうのが僕のやり方で、ホグ人形積んでない人も多いよね。きっとヘイスト薬積んで最初に爆破を取っていくみたいなやり方の人も結構ね、多いとは思うんですけど、僕はこの形の方が強いと思ってるんで。でもどうなんだろうね。ドラ系の人はヘイスト使ってるけど、ルートライダー系はどっちでもいいのかな。なかなか好み分かれるところかなと思いますが、一旦僕はこっちの方が強いと思ってます。余力でね、押し込んでいくような形というのが毎回のテンプレートの形になりつつあるかな。基本的にはなんか毎回同じ形になるのはね、なんか見栄えしないかもしれないけど、実はそれが一番良くて、毎回同じ形に持っていくっていうのがね、やっぱ何をするのも大事なんだよね。クラクラだけじゃないけど、自分の形に持っていくっていうのが本当に大事。前回を取れる形に持っていくっていうのが大事ですね。割と適当に選んでいくんで、前回数はね、そんなに多くは、全部を紹介するような感じではないと思うんですけど、って感じで話しつつ、これはね、ロイちゃんのカットが思ったようにうまくいかなかったパターンだったかな。イメージ的にはね、これ、迷った挙句に、下側削るか上側削るかいろいろ考えた結果、タウンホール裏のね、ここが結構重いですと、中心部。ここにルートライダー本体をやっぱ持ってきたいんですよね。最終形態。で考えた時にサイドカットとして機能するのは上側の方かなと思って上側から削りを入れました。で、イメージ的にはこの9時からこのマルチアチャターの方までね、見たいなとか思ってたんですよね。コントロールできればと。なんだけど、これちょっと下に行っちゃうんだよね、ロイちゃんが。っていうのと、結構ね、タウンホールのこの一瞬でもね、隙を見せるとこの攻撃を飛ばしてくるあたり、このウィズトに引っ張られちゃうところとか、できればこっち持ってってこの辺カットすることで12時から簡単にインしていきたかったなーっていうのがプランニングだったんだけど、想像よりも火力も食らってしまったっていうところで諦めると。で、クイントとオカヘシャ。この辺ね、割と毎回ね、そういうもんだからっていう理由だけでポイポイ適当に投げてるんだけど、本当はもっとうまいこと綺麗に、なんかもうちょいね、配置に合わせて使い分けできればいいのかなと思ってますね。で、クイーンとカヘシャっていうね、2つのサイドカット部隊で結構綺麗にカットした。これ下手くそだったんだよ、マジで。ポイズン打ったんだけど、バルーンの方にしかポイズン入ってなくて、アイゴレがね、寄ってくんなかったんだよね。本体でタゲ取れると思って打ったんだけど、でもこのタウンホール裏へのこのルートライダー部隊のアクセス、これがね、マジで綺麗に決まってるから、これをやりたかったんだよね。一直線のルートを作って貫通してっていう、このやりたかったことはかなり綺麗にできたかなと思います。で、タウンホールの裏のところを貫通して奥で能力を使えばキングが無双できるよねと。で、このガゴプリがね、ちょっと無双されてしまっていると。で、ストライカーがね、あんまりいらないかなーっていうことで、1体しか持ってきてない形に減らしてるんだけど、こういう時ちょっとね、ストライカーの処理必要かなとか思いつつ、ただ今回僕はね、ポイズンリザードを採用してるので、最悪その辺はカバーできるっていうところと、呪文もたくさん余ってるので、残りの余力で突破はできるんですけど、基本的にはね、余力で突破していくっていう形が毎回毎回の形なので、それを目指してやっていくんだけど、ってなるとやっぱ中心部の火力の高いところをトームで押し切るっていうのがやっぱ大事なので、それをするためのルート作りっていうのがロイちゃんには求められるっていうのが思考の過程かな。なので、同じ戦術でも人によってやり方が違うとか結構あるじゃないですか。あくまでね、僕のやり方としてのあれなので。人によってはね、ロイちゃんでもゴリゴリ
危険なところ突破していくぜみたいなやり方もあるけど、僕はね、あんまり、それよりは本体のためのサイドカットとして機能させるみたいな。まあ、あれもそうだしね。なんだっけ。天才ラバルの天才とかも結構なんかバックアド取れる位置っていうところに打つ。まあそのパターンもあれば、サイドカットとしての意味合いが強い形で打つこともありますよね。まあ、そういったことをね、考えると、人によってやっぱ意見が分かれるポイントなんじゃないかなとは思います。シングル IT を追って、ここが、はい。ボックス消えちゃったんでね。ここまで削って終了。今回のプラン的には上から入ろうっていうのを目的に削っています。3時側削って12時から、まあ、すぐ貫通させていきたいっていうのがプランですね。ちょっとね、外周部のアーチャーターをバルキリーでケアすればよかったっていうところもあったんだけど、ここシングル IT のため、ね、タゲ取りのためだけに、バルの追加。で、ロイちゃんもうちょっとね、ゆっくり出してあげるとかも考えた方がいいかもしれないですね。初手で結構削られるんで、HPMAX じゃないときは結構ゆっくりめ出してあげてもいいかな。ここで一応インビジブルタワーとかね、解除もグイーンの方でやれるっていうところと、ヒーラーが内側突っ込んじゃいましたね。まあ、しゃあなしと。で、ここ3次側が大きく削れてることで内側に入りつつ横打ちがないっていうところ、これクイヒンの時とかもね、結構考えてた思考なんだけど、横打ちされないってクラクラにおいてマジで大事だから、こっちから打てないのにあっちから打てるみたいなのが最悪なので、それをできるだけ避けるっていうのを避ける形を作るのがクラクラではマジで大事ですね。で、ここキングの能力使うことでクイーンも合流できるような形になるので、ここで能力を使って、あとは余ったちょっとの能力ね、ユニット裏から割きつつ、終盤余った呪文を合わせてあげるだけで終了っていう形で4ヒーローをきれいに生存できる形が取れたかなと思います。まあ、スケルトンの塊とかね、ロイちゃんが立ってるだけで突破できるっていうのも非常に強いですし、なんかソラスケルのところも結構多かったりしますね。ドラゴンとかも刺さるって形なのかな。ドラゴンにソラスケね、ハイダメージだからちょっと刺さりづらいよね。はい、というわけでやっていきたいと思います。これ何本目ぐらいだろう。今14分ぐらいか。あと1本、これ合わせて2本、1本ぐらいにしますか、じゃあ。はい。これもね、削りは結構迷ったやつだったんだけど、最終的には6時からやったはずですね。まあ、ルートライダー本体をきれいに進ませるっていうのが目的であって、ロイヤルチャンピオンの削りはね、この戦術において、何を目的な削りをするのかっていうのがやっぱ考えてあげるのが第一。まずはここロイヤルチャンピオンで入り込んでいきます。ヒーローとかもね、近くにいるだけでダメージ与えられるのはやっぱ強いよね。はい。しっかりここら辺ね。もうこれはもう完全に経験がもうね、1日8回やってる練習の成果で、だいぶロイヤルチャンピオンのこのインビジブルの感覚とボックスとかもね、いろいろ分かってくるようになりましたね。削り削り。この辺で終わりと。で、綺麗にサイドカットができたので、内側にぶち込んでいくというような形になります。この後の形、毎回迷うんだよな。こっからどうしようって毎回迷いながらやってる。これでええんかなみたいな、ちょっと、微妙な気持ちになりつつ。で、10日弊社からスケルトンの呪文でボンディスのターゲットを取って、反対サイドはクイーンを打っていくと。綺麗にそうすると内側進むことできてますよね。で、レイジトームを合わせてあげると。いいんじゃないですか。で、これ、思い出したかのようにね、ロイヤルチャンピオン出すの忘れてたって感じでね。でもこれ思うけどさ、キングもね、できるだけ後出しの方が昔はいいからね、いいって言われてたけど、ロイちゃんもある程度、ゆっくり出してあげる方がいいな。で、相手のキングと当たるところしっかりストライク合わせつつ、タウンホールのところ届きましたね。フリーズ合わせつつ、まあ、キングの能力も残ってるので、ここ合わせてあげてというような形が取れて、うん。レイジトーム、その先キングっていうのがこのキング型のね、ルートライダー編成の鉄板かなと思います。
で、外周部クイーン。このクイーンパートもね、特化弊社のサポートがあることで、結構伸びてくれるっていうところで、バランス的にはこれかなり取れてる、いい編成なんじゃないかなと思いますね。じゃあこれで終わりにしようかなと思います。確か12時削りな記憶ですが、12時削りをしてタウンホール側から入ることで、トームのね、タウンホール突破後のここら辺を、龍炎砲を裏から攻撃することができるかつ、ポイズンタワーとかこの辺を一気に突破することができるっていうところで、ルートライダーのルートの本命がここ。なので初手はロイヤルチャンピオンというよりは、さっきも言いましたが、ルートライダーが綺麗に進むルートを作るにはロイちゃんどこ出せばいいかなから考えた結果12時。で、反対サイド9時をクイーンで削ることでタウンホールから突っ込める。これ結構ドラゴンとかと同じような面取りですね。僕は結構スーパードラゴン編成もね、かなり使ってたんですけど、タウンホール側から入るにはね、すごい絶好の配置になってて、もうこれやっていくことスーパードラゴンじゃんとか思いながらやりましたね、この配置に関しては。はい。で、反対サイドクイーンを展開する形になるかな。はい、ぶっ飛ばしていって、他弊社もセット。バルキリで援軍ちょっと出たアーチャーも処理をして、サイドカットを進めていくような状況というのが始まっております。ホーミングチェックバルーンからのルートライダー、ヒーラー展開して、全出しブッパー。ここもね、クイーンだけじゃなくて、東海弊社のサポートがあることで2ヒーロー固まってるところなんだけど、やっぱペッカ強いね。で、タウンホール側。若干トーム早い気もせんではないな、これに関しては。アイゴレもいるしね。で、クイーンのためにウォールブレーカーも使いつつ、バルキリーも後ろから来るしね。ドッカーンとか、トラップもね、かかりつつ、メガボム。ここで奥にレイジプラスキング。キングがちょっとね、かなり被弾しちゃったので、能力が想定より早く咲かされたんで、その辺はあんまり良くなかったかもしれないけど。だから結果的にはやっぱアイゴレと重なるタウンホールのところ、フリーズとかで我慢してトーム、フリーズ今回2枚余ってるんで、1枚ね、使ってトームをより我慢する方が良かったかな。呪文なんてね、いくら余したところで何の価値もないですからね。余ってたんだったらもっとね、使いどころがあったはずっていう逆算するとなるので、こうやって最後のね、ケアに持っていけるっていうのは大事なんだけど、ケアにフリーズ2枚、インビジブル1枚多すぎるんで、オーバーキルでしかないんだったら、もっと適切な位置で、もっといいフリーズをね、打てたはずと考えた方がいいかな。ユニットの残り量は非常にいいので、ルート取りは良かったんじゃないかなと思います。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいんですが、1本目、2本目の動画よりもね、多分ね、僕のこの編成に対する連動が上がってるっていうことがねさすがにわかるんじゃないかなと思います。僕個人としてもね、その感覚があるので、ね、やっぱ僕も少しね、クラクラのガチなところから離れてたところもあったので、感覚的にも戻ってきたっていうのもなんか変だけど、連動が上がってきたなっていうのを感じるようなレジェンド、チメでのレジェンドですね。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。わりかしね、簡単な方の部類の編成かなとは思うので、なおかつ流行ってる編成のね、一つでもありますので、ぜひ皆さんもやってみてください。というわけで今回こんな感じで終わりましょう。チャンネル登録お願いします。また次回お会いしましょう。さよなら。